前回までの動画は東京から青森まで高速走行し、青森から室蘭まではフェリーで渡り北海道に到着。少し危険なスポットや謎の半島に行ってみたり、北海道ならではのレアな生き物に遭遇したりしました。今回も引き続き同等の秘境スポットなどを巡ります。そしてこれがシリーズ最終回になります。現在地点は摩周湖近辺になります。本日はこの周辺を周遊して網走方面に行きたいと思います。そして翌日はいよいよ知床を巡ります。摩周湖からすぐ近くの屈斜路湖のほとりからのスタートです。実はここが釧路川の源流なんです。屈斜路湖の水の8割は湧き水と言われているだけあって、すごいきれいな水が大量に流れていますね。屈斜路湖を一望するには美幌峠が一番です。なんといっても日本最大のカルデラ湖ですから、山の上からじゃないと全体が見渡せないんです。ということで、国道243号線を北上し、山を登ります。北海道らしい雄大な景色ですね。アイヌ語で、湖が川となって流れ出す場所を意味するクッチャロがその名の由来だとか。そう、さっき見てきた釧路川源流を見てないと理解できないということです。水関連では、美幌峠に来る前に摩周湖や上の小池にも寄ったりしています。摩周湖は世界一の透明度で有名ですね。そして、アイヌでは神の湖と言われる神秘的な場所です。上の小池は摩周湖の伏流水から来ていると言われるので、神の子と名付けられているのだとか。この通り、水の映像ばかりで飽きられそうなので大胆にカットしています。ちなみに、ここら辺もクマが普通に出るのでご注意くださいね。あと、硫黄山にもよりました。摩周湖と屈斜路湖の間にあります。アイヌ語で裸の山という意味だそうです。見ての通り、今でも硫黄が噴き出しています。ちなみに、ゴールデンカムイでもこの硫黄山が描かれており、戦争の武器や火薬の原料として、網走の囚人が硫黄採掘という区域を課されていたとされています。ここで出る亜硫酸ガスが目を侵して失明するんだとか。失明した後は温泉地で安間さんとして働く流れだったんでしょうね。そう、硫黄さんといえばトニアンジですよね。こういう表の歴史もいいけど、裏の歴史も知っていると10倍楽しめます。北海道行くならゴールデンカムイを見ることを激しく推奨しておきます。この流れなら当然、網走監獄に行きますよね。北海道といえば網走監獄。網走監獄といえばゴールデンカムイ。ゴールデンカムイのおかげで入館者数が爆増しているらしいですね。いろんな人形あるからといって、似てる人を言うゲームやるな。さあ、誰のことだったんでしょうね。コメントでお答えください。ここが有名な中央見張り所です。放射状に広がる5棟の舎房を一望できるというものです。もちろん舎房の中も見ることができます。そしてこんなものも展示してあったり。誰だお前は！情け無用の男、スパイダーだ！
実はこれ、4度の脱獄に成功した脱獄王、白鳥義家。視察校を塩分で腐らして脱出したらしいです。もちろんゴールデンカムイでも白石として出てきます。この白石のモデルになった人物ということですね。スパイダーマンではないですよ。許せ。結局閉館まで楽しんじゃいました。本日の宿は知床にしたので、この辺りで夕食を食べることにしました。網走から知床の間は海沿いを走るので、多分そんなお店はないはず。ということで、網走原生牧場観光センターの牧場レストランで、ジンギスカンを食べたいと思います。X6 さんが先客というか、我々2台しかなかった。客の少なさに不安を感じたけど、味は普通にうまかったし、お手頃価格でコスパは高かったですね。ここから知床まで約70キロ、1時間ちょっと。海沿いの暗い直線道路をひたすら1時間走り続けるのみです。今日はもう寝て、明日朝から知床を満喫しようと思います。本日は知床遊覧船に乗ってみたかったのでまずチケットを購入しに行ったのですが、あいにく欠航。沖合もそんなに荒れてるようには見えないけどね。もしかして4年前の沈没事故の影響で保守的な運営にしてるとか。これで欠航ならいつ出港するんでしょうね。ちなみにここはウトロ漁港の2階で、上から水揚げの様子が見れるようです。はい、ちょっと時間が遅すぎました。仕方ないので腹ごしらえの朝食です。ウトロ漁協婦人部食堂の鮭親子丼、最強の朝食です。少し特殊な滝を見に行きます。フレペの滝は知床半島の中央部に位置しており、知床自然センターから徒歩で行く必要があります。そう、知床の山林を歩くということです。皆さんご存知だと思いますが、知床半島は世界有数のヒグマの高密度生息地です。つまりヒグマの本拠地に殴り込みしているようなものです。しかも地元の人が遭遇頻度が高いと警告する箇所の一つがこのフレペの滝になります。覚悟していってくださいね。フレペの滝に到着しました。これがフレペの滝です。何が特殊かというと、川などの水源がないのです。地層の間から湧き出た水がそのまま海に落ちている状態ということ。これが涙のように見えることから乙女の涙と言われています。ちなみに自己防衛のために自分より足の遅そうな人の近くを歩いています。いざという時はおとりになってもらうためですよ。そう、あの一族伝統の戦法。逃げるんだよーです。一応無事に生還しましたが、生きた心地はしませんでしたね。身を隠すところが一切ないので、運ゲーのような気がします。さて、次の知床5個もヒグマの遭遇頻度が高いところです。覚悟していってください。日程を調整して晴れの日を知床にしてよかったです。すごくいい天気です。ちなみに前回訪問した時の知床はこれです。天気が悪くて綺麗な景色が見れなかったので、そのリベンジなんです。そして今回見れた景色がこれ。少ししたら雲がなくなりました。こんな綺麗に見れる知床連山は珍しいんじゃないでしょうか。リベンジした甲斐があったというものです。知床峠から羅臼岳を見ることができます。ちなみに前回訪問時の映像がこれ。霧と暴風雨で全く何も見えませんでした。これはこれで北海道の自然の恐ろしさを体験できたのでよかったけど、やっぱ絶景は見たいものです。そう、左に見えるのが羅臼岳です。
天気が良ければ最高のドライブルートだったんですね。知床峠に到着しました。こう見えて標高は1660メートルもあります。9月頃からもう雪が降り始めるらしいですね。この時も気温は10度ぐらいしかありませんでした。空気が澄んでいたので、国後島までくっきり見ることができます。知床峠を下ったところに間欠泉があります。知床羅臼ビジターセンターから歩いて5分ぐらいです。お食事中のところ失礼します。ここも人気はあんまりないです。何やら物騒なバリケードがありますね。ちょうどこの直前に全国ニュースにもなった羅臼岳を下山中の男性がヒグマに襲われて引きずり込まれ下半身がというやつです。あの事件以来羅臼岳は入山規制されています。その規制の最前線に間欠泉があるので覚悟してきてくださいね。この湯気が出ているところが間欠泉です。60分ごとぐらいで吹き上がるようですが、日によっても異なるようです。そのタイミングをひたすら待つのにと思ったらいきなり吹き上がりました。ヒグマが出てこないかビビってたので早くて助かりました。高さは10メートルはあると思います。一瞬で終わりました。わずか数十秒だけの貴重な瞬間でした。日本で最も北東に位置する場所に行きます。車で知床半島の先っぽに行ける限界点となります。徒歩でならもっと先に行けるじゃねえかというのなら、ほなヒグマだらけの中に突っ込んでいきなはれということですね。と思いながら走っていたら、おっと、道路の端に鹿がいますね。こっちにもおったんかい。いやなんかいっぱいおるけど、真ん中を通過したらええやろ。なんでこっち来るの？危ねえ。まさかフェイントで逆方向に飛び出してくるとは。ギリギリ急ブレーキで止まれたからよかったものの、いずれにせよお互い怪我がなくてよかったです。動物は予期せぬ方向に飛び出してくるので、皆さんはくれぐれもお気をつけください。そんなこんなしていたら、左側に見えるのが瀬関の滝です。道路のすぐ横に滝がある珍しいスポットです。ここが日本最北東突端地です。これより先は車両進入禁止となっていましたので、ここが限界です。国後島ってすぐそこなんですよね。近いのにものすごく遠いです。昨日泊まった宿に連泊することにしたので、戻ります。さっきあんなことがあったところだから、めちゃくちゃビビってます。夜は鹿だけじゃなく、狐もいたりで、恐る恐る走って疲れました。本日は知床を出発して、帰路に着かなくてはなりません。知床で食べる最後の食事ということなので、また朝から海鮮丼を食べてしまいました。知床から戻る途中に、鮭が遡上する様子を見に行きました。
オンデベツ川の河口です。ちょうど9月という時期なので、見れたらいいなぐらいの気持ちで。さっきも食べたことだし。ここなんですが、釣りをしている人の車もあってやや混雑しています。よくわからないですね。どこにいるんでしょうね。あそこをぴょんぴょん跳ねるんでしょうか。と思ったらこんなところにいました。これから登るようです。ぴょんぴょん跳ねて登るものかなと思ったら意外とじんわりなんですね。群れの中でも積極的に前に進むもの、後ろで傍観しているのが人間社会と同じですね。成長できない鮭は置いてけぼりを食らって脱落していくのよ。人間社会はまだ助け合いがあるだけ生ぬるい方ですね。帰路に着くのと同時に日程や天候の関係でやむなく飛ばしたスポットを回収していきます。本当は阿寒岳を見たかったのですが、この天気だと本日もダメですね。ダメだったならということでここに寄りました。オフロードで数百メートル進むと湖のほとりに出ます。少し行ったところのオンネトーコからメアカン岳が見れるのですが、やっぱダメでしたね。また今度ということで。ダム開発によって沈んだ廃線です。ぬかびら湖周辺にたくさん関連スポットがあります。これが有名なタウシュベツ川橋梁です。ダムの水量によって沈んだり出現したりを繰り返しているそうです。遠くからは見ることができますが、現地はツアー申し込みが必須です。こんな遊びもできます。自転車で漕ぐと6個です。この先でヒグマが待ち構えてたら面白いですけどね。帰りのフェリーは奇跡的に苫小牧大洗で空きが出ました。空きがなかったら青森東京を走らないといけないところでした。北海道に自分の車で行くならこれが一番楽ですね。やっぱ北海道は楽しかったですね。これだけ日があってもまだまだ回りきれないぐらい広いです。もしよかったらコメントで一言でも感想いただけるとありがたいです。いいねも忘れずにね。ほな。